たくさん iPad mini の周辺アイテムってあってめちゃくちゃ迷うんですけど、今回個人的にベストなアイテム5つ見つけたんで紹介していきます。つい重くなってしまうようなケースとかは一切使わず iPad mini の軽さを最大限に生かしたようなセットアップになっています。ということで早速1つ目、本体の背面保護フィルムです。先に言いますけど今回ケースは出てきません。背面保護フィルムです。やっぱりいろんなケース出てますし、フロストエアみたいなすごい軽いのもあるんですけど、僕は背面保護フィルムが一番軽さを活かせるかなと思いました。僕が今回選んだのはつるっと滑る感じもないんですよ。結構グリップもしやすくて、でその軽さだけじゃなくて iPad mini 本体の色っていうのを損なわないんですよね。やっぱり Apple の本体の色ってめちゃくちゃかっこよくて、それに惹かれて買う人もいるんですけど、ケースでそれが台無しになっちゃ嫌じゃないですか。だから僕はこの背面保護フィルムを選びました。で実はこれ2つ目につながるんですけど、2つ目のマジックスタンド、これが今回の肝と言ってもいいかもしれません。平面に見えるじゃないですか。なんとここからニュッと出てくるんです。これスタンドになるんですよ。横画面にもできるし縦画面にもできるんです。使わない時は畳んでコンパクトになる、薄くなる。でこのマジックスタンドってのがさっき紹介した背面保護フィルムと相性が良くて、背面側にマグネットを貼り付ける必要があるんですけど、これ1個目に紹介した背面保護フィルムだとピタッてくっついてくれるんです。いろんな背面保護フィルムあるんですけど、サラサラしたやつとかだとすぐ剥がれちゃったりして使い物にならない時があるんですけど、これだと結構ピタッて粘着してくれるので、外れる心配もないんです。ずっと使ってますけど1回も剥がれたことないです。貼り付けも非常に簡単です。重さ増えないかなって思った人もいるかもしれないんですけど、確かにちょっと増える感じはあるんですけども、ただこれ使わない時はポケットに入れるとか、そういった使い方ができます。スマホとか他のタブレットとかにも使えるんで、買って損はないかなっていうふうに思います。3つ目は画面の保護フィルムなんですけど、僕が選んだのは純黒クリア画面フィルムです。簡単に言うとこれは画面の反射を抑えながらも画質も損なわないよっていう結構優れもので、今のところ全く不満はないです。しかも後で紹介するこのペンシルなんかもすごい書き心地が良くて、若干紙に近い感じが僕は好きで、なんかいろんなところのいいとこ取りをしているなっていうフィルムなんで、僕はこれを選びました。正直画面のフィルムに関しては本当に好きなのを選んだ方がいいと思います。画質にこだわるならクリアなガラスフィルムがいいと思いますし、書くのが重視だっていうんだったらペーパーライクフィルムを貼ればいいと思いますし、全然ここは好きに選んでいいと思います。そして4つ目がこのペンシル、確かミニショーって読むのかな。今回新型 iPad mini になってマグネットの位置が変わったんですよ。僕もそれ知らずに普通に使おうとしたら全然貼り付かなくて、これも探しに探してたどり着いたのがこのミニショーって読むのかなのスタイラスペンです。でまず前提として、マグネットがしっかりくっつけばぶっちゃけ何でもいいと思います。絶対このミニショーじゃなきゃダメってわけじゃないので、別にそんなに愛着もないんですけど、唯一これの面白いところで言うと、常にバッテリー表示が数字で書いてあって、いつ切れるかが明確になりやすいっていうところですかね。で側面の充電には対応していません。ただこういうペンシル系全般に言えることなんですけど、5分でも10分でも充電すれば結構長時間使えることが多いので、側面充電なくても僕は不満はないです。はい、じゃあ5つ目はドリップのペンシルホルダーです。ドリップといえば堀口さんと iPad の変態平岡さんの会社ですけど、これ何がいいかっていうと、一番スタイリッシュでここら辺の面積を取らないで、ちゃんと色もおしゃれだし、しかもこうやって剥がれる心配がないんですよ。バッグの中でごちゃごちゃになっちゃったりしても全然外れないですし、で僕他のメーカーのも使ってたんですけど、ペンシルに色が移っちゃったりとか、あとシンプルに剥がれるみたいなことがあって、あんまりいいのないなと思ってたんですけど、ラストホープとしてこのペンシルホルダー買ってみたら結構いいです。ちなみに僕に YouTube やった方がいいよって言ったのは平岡さんと堀口さんです。ということで5つ紹介しましたけど、次はプラスアルファで2つ紹介したいと思います。っていうのもほとんどの人には今紹介した5つで十分だと思うんですけど、もうちょっと iPad mini を使い込んでみたいなって人におすすめできる2つのアイテムを紹介していきます。1つ目はこのキークロン B1 Pro、メカニカルキーボードとかで有名なキークロンが出してるウルトラスリムのコンパクトなキーボードなんですけど、簡単に言うと半額で買える MX キーズミニ。 MX キーズミニよりはちょっと若干チープな作りには見えるんですけど、全然別に困ることはなくて、でしかもこっちの方が 100g ぐらい軽いんですよ。で US 配列と JIS 配列両方とも選べて、打鍵感も可もなく不可もなくって感じです。キースイッチがシザー式を採用していて、最近の MacBook Air とか
かの打鍵感にちょっと似てるなって感じなんです。接続方法は 2.4GHz のドングル接続、Bluetooth、有線の3つに対応しています。で Windows、Mac どちらでも使えます。でこのキーの感じよーく見てみると M2MacBook Air とキー一個一個の大きさが近くて、なので Mac ユーザーとかの人にもおすすめできるかなというふうには思います。バッテリーも1200時間でめっちゃ長いですし、充電した記憶がないですね。ほとんどないです。ちょっとマニアックな話をすると Web アプリでキーのリマップもできます。そして最後はこちらマジックトラックパッドです。Apple 純正品になるんでちょっと高いんですけど、やっぱりマジックトラックパッドが一番動作が安定していて、ポインティングに関しても非常に正確ですね。やっぱり iPad を使ってて思うのは、より最近 iPad がパソコン化してたりキーボードケースが出たりしていろいろあるけど、でも結局 iPad ってタッチデバイスだなって思うんです。タッチデバイスの域を出ていないというか、トラックパッドのこのタッチ操作でもって、操作する方が一番 iPad とは相性がいいなというふうに感じました。でこのマジックトラックパッドって持っておくと何がいいかっていうと、自分の好きな位置にトラックパッドを置けるんですよね。わざわざ腕を持ち上げてこうやってタッチしに行く必要もないし、あったらあったでかなりいいなっていうふうに思います。実際にこのセットアップを1ヶ月以上使ってみて思ったのは、やっぱりちょうどいいな、軽いなっていうところです。そもそもなんですけど、この iPad mini に本格的なアウトプット作業って求めてる人は少数じゃないかなって思うんですよ。もう本当それを求める、それ以上求めるってなると、だったら PC でいいじゃんになるのがほとんどじゃないかなって思います。基本的にはインプットとかコンテンツ消費がメインになりやすくて、時々軽く文章を書いたり、メールやチャットをしたり、メモを取ったり、やり込むとしてもゲームとか、デザイナーだったら軽くデザインを書いたり、スポーツとかダンスをやってる人だったら映像を確認することに使ったりとか、そういったことにとどまるのがほとんどだと思います。僕なんか記事を読んだり読書したり、動画を見たりっていうことがメインで、時々外出先で、さっき紹介したキーボードとかトラックパッドで動画の台本書いたり、撮影の段取りを考えたりっていうことぐらいで、そういった生活スタイルとか背景を考えると、やっぱりこれがちょうどいいかなと個人的には思っています。で今回のこのデメリットでいうと、側面を守りきれないっていうことと、あとどうしてもコストがかかりやすい、高くなっちゃうってところですね。でコストに関しても僕は毎日使ってますし、こういった活動をしていてやることも明確なんで、僕はコストはかけてよかったなっていうふうに思ってますし、お金を貯めてでも買う価値はあったかなというふうに感じています。ちなみになんですけど、近いうちに日本でも Apple Intelligence が使えるようになります。で実は Apple Intelligence とこのセットアップ、もしかしたら相性いいんじゃないかなって思っていて、文章の範囲を選択して AI に指示文を書いたり、ペンシルで何か囲って検索させたりとか、いろいろちょっと細かい操作っていうのが増えるんじゃないかなって予想してるんです。そういう時にスタンドで見やすくしたり、ペンシルとかトラックパッドとか、そういうのが役立つかなっていうふうに、勝手に予想しています。はい、ということで以上になります。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。